お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、土佐藩の出身にして、西南戦争では西郷隆盛率いる薩摩藩士らの軍勢と互角に渡り合ってこれを寄せ付けず、熊本城を死守した武名を持つ軍人、谷立樹を解説する。名前はうっすら聞いたことがあるような気がする。この谷立樹は戊辰戦争や西南戦争で武名を轟かせたにとどまらず、帝国議会でもいろんな意味で名を残した軍人なので、そこら辺を踏まえ解説をしたい。ちなみに、当チャンネルの非公開の限定動画を視聴できるメンバーシップにつきまして、動画の最後に紹介をしております。さて、谷立樹の解説をしていくが、まず氏名の読み方につき注意点だ。注意点とは、谷立樹の名前は戸籍上立樹と読むんだが、軍籍を得て以降の本人はあえて感情と自分を呼んでいたという指摘がある。戸籍上の読み方を優先すべきか、本人の通称を優先すべきか難しいところなので、本動画では最終階級を考慮し谷中将と呼称させていただく。谷中将は土佐の生まれだが、江戸時代の土佐藩では有名な身分上の区別があった。身分上ってどんな区別？上司と下司の区別だ。土佐藩の場合、有名な坂本龍馬は下司の中でも豪士と呼ばれる家の生まれだった。なんで藩内でさらに身分を分けたの？話は戦国時代に遡る。もともと土佐は長宗我部家が支配していたが、この長宗我部家が関ヶ原の合戦では西軍に組みしたため、東軍の勝利後には土佐を召し上げられてしまい、新たに山内家が土佐の藩主となった。上司は主にこの山内家ゆかりのものが多く、逆に下司には元の領主である長宗我部家ゆかりのものが多かった、というのが大まかな説明だ。ただし、長宗我部家の威信であっても有能であれば上司に取り立てられたとする指摘もあるため、完全な確一性をもって山内家と長宗我部家との対立軸で整理できるものではない可能性はある。確一的でないにせよ、戦国時代の死家の浮き沈みで何百年も身分が固定されるって怖いな。この点、谷中将の父君は特殊であり、谷家は代々儒学に関する学者の家だったんだが、四男坊だった父君は医療に励み、やがてその功績が認められ、上司に取り立てられたんだ。谷立樹が生まれたのって江戸時代。大塩平八郎の乱が勃発した年に生まれている。まさに江戸時代じゃないか。谷中将は結構わんぱく坊主だったそうだが、ペリーの来航により太平の世が終わりを告げ、動乱の時代に入っていくと、土佐藩は旧来の身分にとらわれず、優秀な子弟がいればこれを抜擢して江戸に学問修養に活かせるという方針を採用し、わんぱく坊主から勉学に励む学徒に成長していた谷中将は、江戸に行くチャンスを与えられる。谷中将が江戸で学問修養に励んだ時期は、安政の大獄、桜田門外の変などが起こった激動の時期だが、谷中将は読書や講義を通じて学問に励んだ。やがて帰還すると、有名な尊王攘夷運動家と親交を結ぶことになる。誰？尊王攘夷で有名な人？土佐勤王党の名手、竹市随山だ。通称は竹市半平太だな。谷立樹も土佐勤王党に加盟したの？土佐勤王党は下士と将野層が圧倒的に多かったので、上司の家出身である谷中将は加盟まではしなかったそうだ。しかし、バリバリの尊王攘夷に燃える上司ではあった。山形有朋の動画でもそうだったけど、この時代の青年層って大体尊王攘夷に燃え上がる青春時代を過ごしていたのではないだろうか。ただし、谷中将は土佐勤王党とはつかず離れずの距離を保ち、土佐藩の上司として藩主の命に従いつつ行動するという、最も過激な集団と比較すれば穏健派ではあったようだ。やがて、谷中将は坂本龍馬や後藤象二郎と会う機会を得て、上海を見聞する機会も経て、次第に上位の困難性を悟り、倒幕論に傾くようになる。土佐藩は砂漠か倒幕かで両派の対立が激しく、薩摩藩や長州藩と比較して倒幕の可否にかかる意思決定に手間取ったが、京都にいた谷中将は土佐兵を京都に呼び出す命を帯びて土佐に戻り、そこで、幕府の崩壊に繋がっていく戦闘が始まる。どんな戦闘？鳥羽伏見の戦いだ。鳥羽伏見の戦いと幕府軍の敗走により、土佐藩はようやく派兵を決意し、倒幕に動き出す。戊辰戦争に本格的に参戦することになったんだ。谷立樹は戊辰戦争に関わったの？がっつり参戦している。有栖川宮樽人親王が東西大総督として率いる倒幕軍に、
土佐藩兵は東山道総督府所属の部隊として東に向かった。谷中将はこの時、後年の板垣退助の補佐役として大軍官という地位につき、甲府城攻略を助言して、土佐藩兵は甲府城の攻略に向かった。その過程で、土佐藩兵は宿敵とも言うべき部隊と戦闘を交えている。宿敵とは、新選組だ。京都での尊王攘夷活動等を通じて、土佐藩としては、新選組に粛清された同志も多かったので、戊辰戦争で新選組の大使らが中心となって組織された紅葉鎮部隊との戦闘には、高い士気で臨んだ。結果はどうなったの？物量的に紅葉鎮部隊の劣勢は明らかで、官軍側の勝利に終わった。新選組局長であった近藤勇は捕獲され、その処遇について薩摩藩兵と土佐藩兵とで協議されたが、谷中将が所属する土佐藩側は厳しい処断を強く主張し、結果として近藤勇は処刑の憂き目に遭う。新選組に対してはよっぽど怨恨があったんだろうね。紅葉鎮部隊を守備よく破った土佐藩兵党は、そのまま江戸城の総攻撃に備えたが、これは有名な西郷隆盛と勝海舟の談判により総攻撃が回避されたことで、江戸が火の海になることは避けられた。谷田敵はその談判を評価していたの？その逆で、強く非難していたそうだ。非難の理由としては、感情論ではなく、西郷隆盛が幕府軍側に譲歩した内容が、結果として戦乱を長期化させ犠牲を増やしたという批判だった。具体的には、軍艦を全て接収せずに半分を幕府軍に残したこと、武器の接収を徹底しなかったことで多数の武器が幕府軍に持ち去られたことなどを挙げ、この時の妥協が、函館戦争などによる犠牲を生んだと主張している。その後、谷中将は軍資金の調達のため土佐に一旦帰任し、すぐさま欧州戦線に復帰、会津攻撃に参加している。激戦の末に奥越列藩同盟は崩壊し、欧州戦線の形成が決まる様子を見届けた後、谷中将は東京の土佐藩本陣に戻って天皇陛下から天杯を賜り、土佐に凱旋する。官軍として戊辰戦争に参加して軍港を建てたわけだな。戊辰戦争で活躍した谷中将は、土佐藩内で重要な役職に就いた後、東京に派遣される。東京の新政府で活躍したのかな？谷中将は東京に赴くも、新政府での役職を推薦されたにもかかわらずこれを辞退し、すぐに土佐に帰って、土佐藩の軍事力の整備に力を尽くすことになった。なんで土佐に帰っちゃったの？谷中将は薩長の主導権争い等で混乱する新政府に幻滅し、かつ、この混乱状態では再び内乱が起こる可能性もあると予測したそうだ。土佐藩に帰り軍備に目を向けていた谷中将は、予想外にも別の紛争に巻き込まれ藩内で失脚してしまう。予想外の紛争とは、藩の財政をめぐる、積極財政派と緊縮財政派との対立だ。谷中将は土佐藩にあって、藩札などの乱発に否定的であり、藩内の物価上昇を抑えるためにも財政を引き締めるべきとする立場だったが、土佐藩の有力者である板垣退助などは積極財政派であり、両派の対立は長州の木戸孝允が憂慮するまでの事態となった。結局は、谷中将が役職を退いて無やきなり、板垣退助らの積極財政派が勝利する。谷田敵はどうなったの？連兵場に日産して軍事訓練に励んでいたそうだ。ここら辺が谷中将らしいところだろう。土佐藩の役職に復帰はしなかったの？御神兵の設置など新生日本の軍事改革が進展するにつれて、土佐藩、この時は高知藩となっていたが、高知藩の軍事力の整備に人材が必要であるという認識が藩内に高まり、谷中将の復帰運動が行われた。そして、谷中将は土佐藩の役職に復帰し、欧米の様式を取り入れた部隊を編成、御神兵として天皇陛下に献上するに至る。谷田敵ってずっと高知藩の役人だったの？後年、西南戦争で薩摩藩士らと激戦を交える谷中将は、廃藩置県を契機として、明治政府に出資することになった。陸軍大佐に就任し、いくつかの職務を経て兵部省軍務局員に任官する。そして谷中将は追って熊本鎮大司令長官として熊本に派遣され、西南戦争で西郷隆盛と激突する。さて、以上の通り谷田敵の前編の解説をしてきたが、
大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップもよろしくお願いいたします。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画視聴などの特典があります。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるだけですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。